どうも、はじめまして、ゆずきゆかりです。主役の鶴巻まきだよ。さて、この動画では、今年の1月からデアゴスティーニジャパンから刊行されている、スヌーピー&フレンズの組み立てをやっていくわけですが、このチャンネル初めての動画なので、まずは簡単に、このチャンネルについて解説してもらいましょうか。このチャンネルでは、主にこういう組み立て要素があるマガジンや、木製模型、金属模型などの模型の組み立て動画と、超本格的にミニチュアハウスの製作などを行っていくチャンネルだよ。模型のキットに関しては、メーカーや難易度は気にしないで、いろいろやっていく感じだね。組み立て要素があるマガジンについては、主にアシェットやデアゴスティーニの製品を扱うんだけど、海外と日本を行き来する生活をしているから、海外のマガジンの紹介もしていきたいと思ってるよ。ミニチュアハウスに関しては、3分の1や6分の1のサイズで、設計から完全にオリジナルものを作っていくよ。特徴としては、可能な限り本物と同じ工法で同じ材料を使ってリアルに作りながら屋外での展示ができるものを作っていくよ。しばらくは日本の工法で作りますが、徐々に世界中の家のミニチュアハウスを作りたいなと思ってます。その上でこちらは最終的に6分の1の世界中の住宅街を作りたいなと思っています。そのために土地も確保しましたから、どれだけの時間かかるかはわかりませんが、巨大な住宅街を作りたいですね。ミニチュアハウスの方は4月から投稿開始予定です。さて、紹介は終わりましたが、本編開始までにもう2点だけ、視聴者さんにご理解をお願いしたいことがあります。まず、主は一応日本人ですが、言葉を覚える前に海外に渡って、長らく海外で現地の里親によって育てられたので、大人になってから日本語を学習し始めたので、ところどころ変な日本語があると思います。なんとなくニュアンスで理解してもらえると助かります。次に、主派生物学上、メスに分類されるホモ・サピエンス・サピエンスなのですが、今は子育ての真っ最中でして、こういった模型などは、息子と一緒に組み立てていますので、突然息子がカットインしたり、照明の前に立ちはだかったりして、画面の明暗が大きく変わることがありますがご了承ください。ちなみに、最近はマガジンが届くと、勝手に撮影の準備をされて撮影することを強制されています。2点と言っておきながら3点目になってしまいましたが、最後に主は日本と欧州を行ったり来たりしている関係で、こういうマガジンものは発売日にできず、結構遅れてのスタートになりますがご了承ください。さて、やっとこさ本編なのですが、今回から組み立てていくのは、冒頭でお話ししたデアゴスティーニジャパンから刊行されているスヌーピー&フレンズですね。これは、大型のスヌーピーハウスの中に小さなジオラマがたくさんあって、それぞれが原作であるピーナッツの名場面をジオラマ化したものになってるんだよね。スヌーピー好きならよく知っている名場面揃いですね。ちなみに、私は北欧育ちだけど、ムーミンよりスヌーピー派です。シリーズ構成としては、全100号で完結予定で32のシーンのジオラマを作れるみたいだね。創刊号は、税込み499円で、2号以降は1599円なので、完結までには15万8800円が必要になる計算ですね。決して安くはない価格だけど、アシェットやデアゴスティーニ系列のマガジンだと平均的な価格かなって感じだね。作るものによって変わるけど、だいたい12万円から20万円ぐらいの間で、15万円前後が最近は多いかなって感じだね。ちなみに、100号まで購読すると、パッケージの屋根の上に乗ってる全長40センチのスヌーピーのぬいぐるみがもらえるそうですよ。これに加えて、オプションとして、スペシャルフィギュアボックスコレクションってのがあって、通常のジオラマに差し替え可能なジオラマを購入することができるみたいだね。スペシャルフィギュアボックスコレクションは、全8回で、各税込み3960円みたいですね。これを加えると、合計金額は19万480円となりますね。ちなみに、動画で紹介するのは、オプションありだよ。さて、マガジンの解説は、これぐらいにして、まずは開封してみましょうか。これが今回の中身のようですね。ソファのパーツと壁らしきパーツに、額縁とシール、ネジとあとはスヌーピーと飼い主である、チャーリー・ブラウンのフィギュアですね。他にドライバーも付属してたけど、今回は使わないで、マイドライバーを使うよ。それじゃあ、早速作業を開始していきましょうか。まずはソファーを組み立てていくようですね。このソファーは、両サイドと背もたれをソファー底部となるパーツに取り付けるんだけど、穴が開いていてそこに差し込んで、ネジで固定するみたいだね。
この差し込み穴が結構きつくて差し込むのに少し力が必要でしたね。いろんな国のこういうマガジンやってきた私の試験だけど、最近のデアゴスティーニはこんな感じでちょっと力がいる代わりにはまった後にガタがなく、しっかりはまるものが多い気がするね。確かにまだネジ止めしていませんが、割としっかりはまってますね。そしてお次はネジ止めなのですが、久々の小さいネジに悪戦苦闘です。これ系のマガジンはどうしても小さなネジを使うから、ドライバーの先端のビットに磁気があるマグネットビットがおすすめだね。ビットのサイズ交換中なので、ちょっとカットです。マグネットビットだと、こんな感じで、ネジが下を向いていても落ちないからいいですね。小さなネジは、落としたりしてなくすと探すのがかなり大変な上に探すの諦めて忘れた頃に、足に刺さるんだよね。ここで注意点なんだけど、ネジは金属だけど、ソファーは樹脂製でネジほど硬くはないから締めすぎないようにね。激しく動かしたりするものでもないですし、きっちり固定されていれば、それ以上締める必要はないですね。そういえば、マガジンの説明では、背もたれが裏と表でに分割されていて、組み立てるように指示がありましたが、現物はすでに組み立て済みになってますね。たまにあるんだけど、マガジンの完成後に仕様変更があったのか、実際はマガジンより工程が簡略化されてる場合があるね。さて、これで、ソファーの右サイドがほぼ完成したわけですが、同じ工程の繰り返しなので、ここからは倍速かけますね。そういえば作業してて感じたんですが、こういうのって簡単とか言いながら、結構難しいのもあったりするんですが、このシリーズは今のところ簡単そうで安心しました。木製模型とかになると難易度は上がってくるけど、最近出てる車系やこういうキャラモノ系は比較的簡単なものが多い印象だね。この調子で続いてくれるなら作っていけそうですね。今年は結構魅力的なシリーズが多くて、これ含めてすでに5シリーズは動画化が決まってるから頑張っていかないとね。なかなか大変そうですが、どんなものを作れるのか楽しみではありますね。さて、そんな話をしている間に、おおよそ仕上がってきましたが、よくよく考えたら、これ座面の部分がないですね。座面部分は次号で来るみたいだね。ジオラマの大きさにもよるけど、2号から6号ぐらいで1つのジオラマが完成するみたいだね。そういうことなら納得ですが、とりあえず、今回のソファーは、作れるところまでは完成しましたね。まだまだ物足りない感じだけど、ソファーの質感なんかはいい感じだね。試しに付属してるフィギュアを乗せてみましょうか。座面がないから、ソファーが大きく見える感じになっちゃってるけどね。でも、それっぽい雰囲気が出てて、私は好きですよ。和んだところで、一巻の最後の工程やってくよ。というわけで、今回最後の工程は、この茶色い額縁にシールを貼って、壁に取り付けるってものですね。こういう絵画などの装飾品は、屋内のジオラマでは結構目立つから、シールは慎重に丁寧に貼りたいところだね。ちなみに、今回はシールを貼って壁に取り付けるみたいですが、額縁を接着剤で固定はしないみたいですね。この時はそのまま従ったんだけど、2号で瞬間接着剤がついてくるから、それで固定してってことみたいだね。小さなパーツだし、なくしそうなら先に、瞬間接着剤で接着しちゃってもいいと思うよ。定期購読していると、2号まとめてきますから、次号を読んだ上で、そういう判断をしてもいいかもしれないですね。さて、残りの工程は、この額縁を奥にある壁にはめるのですが、今回は固定もしないので、カットしちゃいましょう。これで、創刊号の組み立ては終了ですね。こんな感じで、毎週1号ずつ、動画にしていくから、今後も見てもらえたら嬉しいな。それじゃあ、もいもい。